9年前ぐらいか。はい。ね、もう9年経ちますね。はい。で最初は、どんな仕事をしてたんでしたっけ？確かお守りをちょっとなんか糊で貼ったり、お守り作りね、昔スイングはいがやってた仕事ですね。はい。お守りばかり。とかなんか大黒とかを箱織りとかのそれもありとか。あ、で箱織りも最初からやってはったんですね。はい。ほんでだんだんいつしかお守りの仕事はなくなって、はい。で、箱織りはい。を専門にはい。やる時期がはい。しばらく続はい。くますよね。はい。で2013年に、はい。後藤さんは絵を描き始めるんですけど、はい。そのきっかけって何だか覚えてます？2010 12年に確か梅小路で確か12年の梅小路の、はい、多分スイングが出したワークショップですよね。はい、そしてなんかマーカーとかで書いていたんですよ。なんか包装紙みたいなそんな用意して、それでなんかちょっと昆虫の絵とかもそうちょっと書いて、最初どんな風にこうどんなリズムで絵を描き始めたかって覚えてます？確か自分のなんかお土産とか旅行で買ったお土産に書いたなんかああいうお菓子のなんかそれになんかお菓子の箱にちょっと絵が描いてあって、そのお土産のところにちょっとなんかああいう一泊旅行の時になんか買った時のお土産のその時の絵とかをそれをきっかけに描きまして、ちっちゃな画用紙から始まりましたね。確か小さかったと思います。はいはいはい。どんな画材を使ってたかと思います？なんか色鉛筆みたいな感じで、まだそうやね、当初こういうアクリルワークとこういうオイルパスとかこういうのは当初やってなくて、色鉛筆ですね、確かね。確か今はこれはどういう画材を使ってますかね？これはアクリルマーカーですね。はい、アクリルマーカーで、その前はアクリルマーカーに移る前って覚えてます？なんかコピックとかいうそういうですよねとかなんかオイルパスとかそういうのやつ、なんかそれと当時はどうでした？そういう書きにくいなとか書きやすいなとかいいなとか思ってたんですか？そうですね、なんかやっぱりちょっとオイルパスでちょっとだんだん振り減ってくるとちょっと書きづらくなっていて、そういう時にちょっとスタッフの人にちょっとオイルパスの交換の依頼とかをちょっとせやはい、でちょっと交換の依頼がちょっとしにくかったんでしたっけ？そうですね、最初はちょっと言いづらかったんで、はい、なんか結構短いので我慢して書いてたんで、そうですよね。割とオイルパステラはもう使ってないですよね、今は。はい、そっか。はい、でコピックの時代はそんなに長くなかったように僕は記憶してるんですけど、確かそういう自分でもそういう、ですよね。なんか感覚的にはそんな感じですようインク切れますよね、早いですよね。結構もうその時はちょっともうすかさず聞いたんですけど、ちょっとインクがちょっと消えてきてちょっと変えてくださいってちょっと言ったのは覚えてますけど、まだこっちの方がまだもうちょっとコピックとかの方がちょっと早くインクが消えまして、まだアクリルマーカーがまだもう少し長く持つんですけど、後藤さん、もともと絵は描かれてなかったじゃないですか。で、描き始めた時になんか意外と楽しいとか、そうですね、どんな感じなんですか？やっぱりまだ大人になる中学校3年ぐらいまではやっぱり授業で書いてまして、もう高校大学までは時はもう絵って全くそんな授業もそんな取ってませんし書いてませんし、はい、すごいこう独特の色使いをね、はい、してはるなって思うんですけど、はい、小学校とか中学校の時に書いた頃も、はい、どうやったんですかね、色の使い方とか。自分ではちょっとどっちかというと我流が強いなって、ああいう
あああいう素晴らしいですね。うんそのコピー通りそんな型通りにきっちり書くっていうのはなかなかそんなできないですけど、ちょっと自分が書くとまたちょっと感覚が変わるし、なんかコピーとは違った絵になることも多い。その色のやり方とかってなんか自分でこう考えてやってるので、どう考えて選んでるんですかね。そうですね。もうそれはその場その場のとっさの思いつきでちょっと思いつき。はい、はい。自分の大体当てずっぽなんですけど、ちょっと当てずっぽな感じで書いてることもあるんですけど、はい。全くコピーとは全然違う、全く違う色を書いてるんです。なんかインクの出が悪い時にそういうことが多いんですよ。インクがよう出るときはそのままで書けるんですよ。そのインクのあんまりそのインクがない場合は違う色に変えて書くことがあるんですけど、はい。もともとの色を意識して書くこともある。そうです。なんか色はこのコピーではこの色っていうのは分かってるんですけど、ちょっとやっぱりインクがなかったらなかなか書けなくて、そのインクがなかったらその通りなかなか書けないって、ほんで代わりに代用でちょっと書いてるんですけど。集中できないなとかっていう時もありますか。それちょっと色を何するか迷うんで、ほんでなかなかほんで白紙になるんですよ。何色にしようか。これはまだ悩んでるわけですね。はい、何色にしようか。なんかちょっと海の空買う海の部分があって、これ何色にして描こうかって、それを悩んでる間はその手は動かさない。そうですね、結構考え込んでる時間が多いで、ほんで手がなかなか動かない。ほんで前になかなか進まない。なんかそこで行き詰まってる感じ。結構その描くモチーフというか、はい、でも結構こだわりを持ってやってありますよね。はい、あります。はい。それもその時の感覚ですか。そうですね、大体そういう感覚です。なんか今の段階でちょっともう一つ次何しようっていうのはまだもう一つピンと浮かんでこないんですよ。なんかまだこっちでまだ悩んでる。なるほどね。ほんで、次のモチーフがなかなかパッと浮かんでこないと、別にこういう希望してるモチーフかな。裏面に結構スケジュールとか書いてあったりするじゃないですか。はい。ね。あれはもう最初からやってはったんですか。途中からやり始めたんですか。そうです。絵描いてる時はそんなにまだそんな細かいことはまだ書いてなかったと、まだ始めた頃ってそんなに具体的なスケジュールまでは書いてなかったような気がしますけど、これがちょうどあれやね。絵に一本化する直前ですね。2016年7月やから。はいはい。後藤さん、これ絵のこと以外にもいろいろその金銭介護をね、書いてるってのはやっぱり一人暮らししていろいろ。そうですね。まだ実家暮らしの時はまだそのスケジュールだけで、それですよね。まだその一人暮らしのその記録のことはそんなに書いてなくて、やっぱり両親と同居で住んでた頃が、まだそういう生活のこととこの絵の制作のことがだんだんミックスしてきた感じに見えますね。はい。裏面も後藤さんにとっては結構大切なんですか。そうですね。やっぱり書いといた方が、この時どんだけやったのかなっていう、それを記録しといた方が、それが、足跡とかを記録しといた方が、やったっていう実感が、書き忘れたらやったような実感がわからないっていう、そういうことはあるんですけど。タイトルは最後さん一緒に。はい、そうですね。はい。これがそのタイトルを考えてる奇跡ですけど、これね。はい。後藤さんが描いた絵を見て、後藤さんがそれを何をイメージしたのかとか、改めて見て何をイメージしますかとかっていう、そういう
やり取りをしながら決めてますけれども、はい。どうですか、正直なお時間は。この間もやりましたよね。そうですね。やっぱりとっさにいい案がパッと浮かんでくれた時はパッとその時は胸がすくんですよ。それでちょっとどうしようかなと思う時はちょっとなんか割と心が詰まることもあるんですよね。これちょっととっさになんかいい題名が浮かばへん時とかそういう時は。後からもっとああしたらよかったなとかって思うことってあります？もう一回思いついたらもうこれしかないなっていうふうに思う。本当ですか。はい。別に付け間違えたような気はしないんで、やっぱり相談してる時は大丈夫やなと思ってます。はい。自分一人だけやったらちょっと不安、自分だけで決めるうちはなんかちょっと不安がちょっとあるんですけど、自分なりになんかこう取っちゃうかなと思ったことがあったとしても、果たしてこれでいいのかなっていう。はい。こう新しい場所に向かっていこうみたいな、はい、ここから、はい、違う場所に、はい、もっと明るい場所に、はい、というようなイメージをよく聞くんですけど、はい、それは不動さんは意識してますか？今ちょっと慣れがありまして、ほんで場所に慣れたというので、そのなんか居心地がちょっと良くなると、なんか、続くできる限りその場所でやりたいっていうそういう希望が湧いていくんですけど。場所というのはその自分の場所になれるっていうのはどの場所になってるんですか？今2回やっているその制作場所ね。あそこはちょっとなんか静かな環境でなんかやりやすい作業所というそういうがありまして、まあここやったら何の抵抗もなく、ここやったら時間がかかっても仕上げられるっていう。はい。1階にいた頃はちょっとね騒がしかったですからね。そうですね、結構人出入りが激しいですよね。やっぱりちょっと、ちょっと以前よりは環境が良くなって、はい、良かったです。はい、はい、そうか。不動産の想像力っていうんですか、はい、すごい楽しいなって思って僕もやらせてもらってます、一緒に。はい。